はい、いらっしゃいませ。This is です。今日は久しぶりに、映ってるこれ。映って、もうちょっとこっちか。ちょっとこっちか。はい。はい、This is です。いらっしゃいませ。今回は久しぶりに、飲酒会とさせていただきます。フリートークです。いただきます。今回のお酒はスパジオ中です。そばの効能っていうのはありますよね。ルチンとかね。僕ね、腎臓が弱いっぽいんですよ。で、腎臓って何か、どういう臓器かっていうとね、一言言うと血管の塊らしいんですよ。そしたら血管を強くするこういうルチンの入っているそば、最近ね好きなんです。美味しいし、たまにはこういうリラックス系もいいかなって。そう思ったのはね、最近直近でアップさせていただいたアニメ映画がアニメ話題が面白くてね、古い話題はこうずっと廃れないなんちゅうの、バックナンバー的に見てもらっても十分いけるっていう意味では価値はあるんだけど、やっぱ新しい話題は面白いですよね。ここがねちょっとこういうものもかと思って、でそういうちょっとね、もっと若い普段のうちのテーマからするとどうもおじさんが多いっぽいんですけど、若い人が来てくれた時にね、どういうスタンスでお伝えしたいかっていうこと、それ結構あるんで、ちょっとね今回語らせてもらおうかなと思います。まとめてね、動画作るのめんどくさいんで適当に喋ってください。まずね、名曲っていうかどういう演奏があるのかを知ってもらう一番ってね、僕コルトレーンのアラバマだと思うんですよ。ちょっとね概要欄につけておくんですけど、音楽ってああいうパワーがあるんだっていうのはね、知ると知らないとでは世界が変わると思いますよ。黒人問題で教会で演劇を練習しようとしてた少女たちが爆発させられて、爆発で殺されていくんですけど、それをね、その悲劇を音で表現したコルトレーンのね、いやー、音楽ってこういう魂の演奏があるんだっていうのはね、それは知ってほしいですね、音楽やる人には。で、それは自分ができるかどうかともかく、こういう可能性があるんだっていうと知った上で、また普段の練習に戻ってもらうとね、全然価値が変わってくると思うんですよ。あとね、それはジャズの話。あとクラシックは本当はね一つすごいのがあるんですけど、まだ上げてないんですよ。話題にしてないんですよ。とっといてあるっていうかね、そのうちあります。メンゲルベルクのチャイコフスキー奏っていうすごい演奏があるんですよね。いいや。演奏。楽器を習得する時にね、どうやるかなんですけどね。僕がね、なるほどって思ったのは、テニスをね、習得するときにね、テニスって力ずくで打つとホームランになっちゃうじゃないですか。バーンバーンって。で、相手のコートにちゃんと入れなきゃいけないんだけど、でもね、コートに入れることばっかり気にしているとね、筋肉がつかないんだって。だから最初の1年ぐらいはもうホームラン OK って感じで力ずくで打って、まずはね、筋肉を作ってから狙いに行く。そういう段取りをした方がいいって。サッカーもそうですよね。足首がまだ固まってないのにそんな正確なキックなんてできるわけないんで、とりあえずまずボンボンボンと力ずくで蹴って、でちょっとぐらい痛くなるぐらい毎日ボールを蹴って、足首がボールを蹴ることに慣れてきてから正確なコントロールをつけていく。
楽器も多分そうだと思うんですよね。サックスとかね、いきなりクラリネットでもサックスでもユーフォニウムでもいいんですけど、いきなり丁寧に音を出そうとしても、ゆっくり弾くのが大切だとかで、ゆっくり弾いて丁寧にってやってばっかりでも筋肉がつかないですよね。まずとりあえずね、ブワーってねまあそういう練習をできる環境があるなかったらまあカラオケ屋でとか行くのがいいらしいんですけどね、ワーっていうのをね毎日やって、それ半年ぐらいやってから音を出すことに慣れてから正確な音を模索していくっていうのが僕はいいと思いますよ。いつまでもボーって適当でやって、これが自分好きなんだボーとかってやってると下手なままでいっちゃうんで、あんまりねがむしゃらにやると悪い癖がつくっていう人も、そういう先生もいますけど、僕はそうは思わないですよね。いつまでも我流だと悪い癖が固定していっちゃうけど、最初はねあんまり気にしなくていいっていうか、自分の肉体の自然な発露、自然な動き、それをね育てた方がむしろいいです。だってこれが正しい動きだとかって言って教えられた動きで固定するよりも、自分にとっての自然な動きをまず発見するっていうかね、それを基礎を作ってからうまいやり方を修正していった方がいいんじゃないかなと思いますけどね。どうでしょうまあご参考にしてください。あとねアニメとかゲームについてなんですけど、前回の動画初めて僕引用させていただいたんですよね。予告編とかで、それがねその基準がよくわからなくて、5、6回アップ試行錯誤したんですよね。基本的にね有料配信D アニメとかのそれのキャプチャーはねなんか Mac だと撮れない、そもそも撮れないんですよ。真っ黒になっちゃうんですよ。でも YouTube 動画を YouTubeキャプチャーするのはできるんです。でそれを使うのはできるんだけれども、でそれをアップしようとするとチェックが入りまして、著作権に、引っかかっている部分がございますって言ってレポートが来るんですね。ただ予告編とかそういうものを使っている限り著作権に引っかかってるが、これが直ちに違反ですというわけではございませんみたいな説明、ちょっと曖昧な説明で来るんです。でそれ直ちにダメじゃないけど将来例えば有料化していく時のチェックにマイナスになるとかっていうような説明がなんかよくわかんないけどあるんですよね。でねどういうふうにやればそこは解決するんだろうと、チェックされたのを全部外していってみたんです。で最終的に残ったのはなんかね多分文字が入っているっぽいですねのはいいっぽい。予告とかなんだっけユーフォニアムとかね、なんかタイトルが入ってるとそれは本放送とは別のものっていう判断になるみたいあんまり深さなことは言えないことですけど、ちょっとね自分も試行錯誤してますが、やっぱ動きがあるものは入ると面白いですね。これからもそれはちょっとやっていこうかなと思います。ありがとうございます。でねG シーズの最初の頃グラブルで結構なんか取り上げようとしたんですけどゲームは難しいっすね。ゲームが難しいっていうよりグラブルが難しくなっちゃったどんなものでもさ時間の経過とともに高度化マニアック化していくっていうのは定番なんですけど、グラブルの良いところはね高度化っていうこととは別にゲームってインフレがあるんですよね。だんだん強くなっていって、そういう新しい世界に入っていって、でそれをみんな面白がる。だから課金する人たちはどんどんね新しい武器でどんどん強くなっていく。でも課金しなくても
半年とか1年2年経つと、その少し前の課金最強武器がなんとなく手に入ってねなんとなく手に入って、無料天井ガチャとかで手に入って、自分のものになっていくんですよ。そうするとやっぱりね、タイムラグはあるけどやっぱり強くなるんで、そこはすごく嬉しいんです。で、そういうインフレだったらいいんだけどさ、なんかね、討伐の敵が難しくなっちゃってね、いいんですよ、がっつりやりたい人は難しく攻略を読んで誰がどこがどうやらないと全滅するみたいな設定がいろいろある方が面白い人たちももちろんいらっしゃると思うんだけど、まあそういう敵も中にはあっていいんだけどさ、だんだんさそういうのばっかりになってきちゃってさ、僕みたいな中途半端にやってる人間ちょっとめんどくさいですよね最近はっきり言って申し訳ないけどグラブルめんどくさいまあどうなっていくかはわかんないけど、まあぼちぼち手抜いてやってますがあと最近評判がいいドラクエ11っていうのをちょっとね、花粉の季節で部屋にこもるんでやらせてもらったんですけどね、これもねPS4 でやったんで、これがね PS4 ってボイスが入ってないんですよね。紙芝居だけ、音楽が鳴るだけで、なんかスイッチ版はボイスが入ってたらしいんですけど、だからねちょっとこれがもう足んなかったっすね。音楽もねなんかね昔のドラクエの3とか4とかの音楽が出てくるのは、例えば和風の音楽とかね、砂漠風の音楽とか出てくるのは、それがリメイクされてかっこよくなってるっていうのはいいんだけど、それ以外のね、じゃあ11まで進化してきてなんか新しい素敵な音楽があるかって言ったら、なんかねみんななかったんですよねすいませんだから結局ね、ゲーム、僕はそんなにMac なんで Windows 版の PC ゲームっていうのはやってないから、本当に今売れてるゲームとかは全然知らないですけどね、海外のとかシューティングとかわかんないんだけど、でもなんかゲームに時間を費やすよりさ、結局楽器の練習に時間使った方がいいもの多いって改めて思っちゃったな、この春は。当たり前といえば当たり前だけど、でね、こういう風に感じる人ってね、むしろ最近多くねと予想するんだけど、どうでしょう。学生さんでもさ、もうゲームはもういいよってで、ゲーム産業自体がさ、あれなんですよね、伸びが止まっちゃったっていうか、スクエニも200億とかカットしてるし、一頃このブラウザゲームがガーッと伸びてたけど、それもなんか頭打ちだし、で中国からのねゲームっていうのは大きいの入ってくるけど、なんとなく全体的に煮詰まっちゃった感がありませんかで、煮詰まっちゃった次の世代が何をするかっていうと、結構ね現実とリンクしたことをやるって、なんか一周回って昔に戻るみたいな感覚ですけど、それでいいんじゃないかなって思ってる人多くないですかねそれこそ吹奏楽部でもロックバンドでもね、自分でやった方がなんかゲームでやるより実際の楽器をやった方が楽しいでしょってのあるでしょ。難しいけどね。で、例えばあるいは料理とかさ、あるいは農作物育ててもさ、なんかそのリアルとのコネクトがあることの方がゲームよりいいんじゃねっていうねなんかそういう時代にちょっとなってきてるような気がするんですけど、どうでしょう。そうそれを言ってしまえばさ、やっぱりやりたいのは海外に出ることねだからもう使えない無意味な事件援護なんかじゃなくてさ、ちゃんとネイティブとコミュニケーションして、とりあえず英語放送ぐらい聞き取れるようになってですね、ホームステイとか行って経験して、で海外系 YouTuber になるとかさ、そういうところにエネルギー使った方が
なんかいいというふうに思う人が増えてませんか？わかんないけど、だからゲームが頭打ちになってる感があるんじゃないかなと僕は想像するんですけどね。どうでしょう。ちなみにね、僕なんかその英語なんか別に大してできるわけじゃないんですけど、一回ね、その英会話学校で教わったコツがね、ちょっと僕の英語感を大きく変えたんで、皆さんにお伝えさせていただいていいですか？発音のことなんですけど、要はね、ちゃんとしちゃダメなんですよ。だらしなくこう肘をついてね、なんならテーブルに足を乗っけるぐらいの勢いでね、だらしなくやるのが英語のコツなんですよ。っていうのはね、ちゃんと理屈がございまして、日本語の場合は子音と母音がきっちり KE とかって言って、子音と母音と子音と母音と子音と母音ってこれ男女じゃないけどさ、きちんとね全部子音と母音が組み合わさってる言語なんですよ。でも英語って違うんです。例えば日本語であといだったらあといだけど、英語だとあいつながっちゃうんですよね。あいうおやんとかってってこのねつながる感じがね日本人の、ね、日本語の感覚だと出てこないやつなんで、だから多分英語の発音練習あいとかってやってるでしょ。でもね、それまあそれもやっていいんだけど、それだけじゃないんですよ。あいうとかってこうつながった2つ以上がつながった発音っていうのがあってね、英語はそのつながりがだらしなくにわってつながるのがねこれをね、こういうのが入ってくる言語だっていうことを知っとかないとね、いつまでもできないですよ。これすごくね、気がつくと気がつかないと大きな違いなんで、これをぜひだらしなくでね、だらしなく喋って、日本語みたいにちゃんとしないで、英語はだらしなく喋ろうと思ってだらしなく喋ってるとねネイティブみたいな発音だねって旅先で言われたことあるし、向こうの人にそういうものらしい。で逆に言えばね、日本語の文法は難しい、特殊で難しいって言われるけど、日本語の聞き取りで苦労してる外人って見たことないもんね。みんななんかね全然普通に聞き取ってるよね。テレビのなんかいろんな人たちでもさ、うちらは英語を聞き取れないじゃないですか。普通の会話を聞き取るんだってすごい苦労しちゃうのに、逆に日本語はすごく聞き取りやすい。でそこの違いはやっぱりね、子音母音子音母音母音母音子音母音って男女みたいなちゃんとしてる日本語とだらしなくなってる英語との違いじゃないかな。だとね、英語だらしなくやってください。絶対上達しますんでそういう感じでこのだらしなさを進めるってね、幸せな飲酒会だ。はい、ということでなんか皆さんのプラスになることがあれば幸いでございます。ジスユでした。ありがとうございました。